質問です。人間は猿から進化したのでしょうか？実は亀です。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正です。ご視聴ありがとうございます。今日の話はズバリ、人間の祖先は猿ではないということについてです。何また突然、なんか意味不明な話題かって思ったあなた、すいません。なぜこの話をするかと言いますと、超越瞑想を世界に広めたマハリシ・マヘーシ・ヨーギーがおっしゃっていたからです。何と言っていたかというと、人間の祖先は猿ではないということです。それ以上の詳しい話はありませんでした。私は当時は人間は猿から進化したと思っていました。あなたはいかがですか？この話を私が聞いたのはどれくらい前か分かりませんけど、20年ぐらいは経ってるかな。当時はへえそうなんだっていう感じでしたけど、マハリシ先生がそう言うならそうなんだろうなって思っていました。正直どっちでもいいんですけどね。ここはテヘペロですか？そんな言葉を使うのは昭和世代かな。そういえば私は60歳で還暦なので赤いちゃんちゃんこを着てみたいです。そのうちに着るかもしれません。マハリシ先生が人間の祖先は猿ではないって言った時、私はって思いました。ちなみにマハリシ先生のリシっていうのは聖者とか賢者、すべてを知る人というような意味で、マハっていうのは偉大なという意味です。それなのでマハリシ先生は偉大なる聖者、偉大なる賢者なので、そういう何でも知っている人が言っているんだからそうなんだろうっていう感じでした。それからしばらく経って、猿はビタミン C を体内で合成できるが人間は合成できない。だから人間は猿から進化したのではないということを言っている人がいました。それなので多分そうなんだろうって思いましたね。でも進化していない猿が今もいるのは不思議でした。それと猿と人間は見た目も違うし、猿から進化したわけではないのかなぐらいな感じでした。そして最近たまたま YouTube でタコの動画を見た時に、タコは哺乳類と違う進化をしたという図を見ました。それで見ると祖先は人間もタコも同じです。でもそこから枝分かれをしてタコは哺乳類とは分かれていきました。そして人間は猿とは祖先は一緒ですが、進化は別のルートのようです。つまり人間は猿から進化したのではなくて、同じ祖先から別々に進化したようです。マハリシ先生はすでに肉体を離れましたので、それについて教えていただくことはできませんが、多分そういうことなんでしょうね。進化については、例えば哺乳類は首の骨、つまり頸椎が少し例外はあるそうですが、7つという特徴があって、それらは同じ祖先から進化したと考えられているようです。最近ではゲノム解析が進んで、異なる種でも DNA を比較して進化の過程をより正確に推測することができるようになったということで、人間は猿とは別の進化ということが現在の常識になったらしいです。ちなみにビタミン C の合成の話は、人間が猿から進化したのではないという証明にはならないようです。この特徴は体内でビタミン C を合成する能力が不要になったと考えられていて、共通の祖先から異なる環境への適応と進化の結果生じた変化の一例のようです。すいません、瞑想と全然違う話で。進化の話については、この本の中では最低のレベルというものがあるということで、それは鈍くて不活発な状態が見られる
ということです。これは鉱物段階というので、鉱物にも魂が宿っているのかもしれません。これは他の方が道端の石にも魂が宿っていると言っているのを聞いたことがあります。でもそれも多分どちらでもいいような気がします。参考程度という感じでしょうか。これについてはこの本の第5章の神実現への道の中に書かれていますので、興味のある方はご覧いただければと思います。神実現の道を知っている人はちょっと教えてほしいと思います。そして進化については、鉱物段階から各種の植物や動物が発達して、より高次の生物が現れてくるという話です。進化の段階をたどっていくと、植物界や動物界からさらに天使界まで伸びているということです。ここでは天使という言葉が登場しています。マハリ先生は他のところでも天使の話をされていました。天使は人間に生まれたがっているという話もおっしゃっていました。興味深いですよね。ちなみに西洋の天使は日本でいう守護霊という話もありますね。もしかするとこういう話をマハリ先生からたくさん教わっている人もいるかもしれません。話を聞いてみたいです。ただの興味本位ですけどね。さて、進化という話題でもう一つありますので、ここからは関連しているけどちょっと違う話をします。それは環境への適応の進化についてです。言葉は難しいかもしれませんけれども、これはマハリ先生から聞いた話ではないんですけど、一般的によく聞く話です。それは植物や野菜です。例えば自分の畑でキャベツとか何かを育てたとします。すると花が咲いて種ができます。そしてその種をまたまきます。そしてまた花が咲いて種ができます。それを繰り返して3代目になると、その土地に合った野菜になるそうです。私はバジルの苗を買ってきて植えて、種を取ってまた植えたりしました。この話は地域適応というらしいんですけれども、3代かからなかったり、あるいは3代よりも時間がかかるものもあるようです。その土地の気候とか土の中の微生物などの環境に最適化される感じでしょうか。で、なんでこの話をしてるかっていうと、猿の話とは進化つながりで始めたのもあるんですけど、人間の食事の適応性についても関連してるんです。それはどういうことかと言いますと、親子3代続いて食べているものは消化ができるという話です。実はですね、食べ物を食べれば全部消化してしまうというわけではないんです。人によっては体験があると思いますけど、なんか消化しにくい食べ物というものがあります。日本人の場合は牛肉ですね。この動画をご覧になっている若い方であれば、3代にわたって牛肉を食べてきた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私ぐらいの年齢ですと、おじいちゃんが牛肉を食べていたかどうかは分かりません。そうすると、牛肉っていうのは非常に消化しにくいというか、体に取り入れることが難しいと言われています。どこで言われているかと言いますと、これはインドで5000年以上前から伝えられている生命の科学というアーユルヴェーダと言われるものです。例えば牛乳は日本人は消化できないという話もありますが、それも同様です。ただ私は牛乳を飲んで育ちましたので、私の孫ぐらいだと消化できるのかもしれません。どうしてそうなるのかは分かりません。腸内細菌とか酵素なども関係しているのか、多分最近の研究ではいろいろと分かってきていることもありそうです。ここで先ほどの話、野菜は3代でその土地に馴染むという話がありましたが、人間も3代で体が変化します。土地に合うというのは、その土地の食べ物を消化できるという意味かもしれません。インドのアーユルヴェーダでは、食べたものを完全に消化することが健康と言われています。アーユルヴェーダの話はいずれまた話をするとして、今日は猿の進化の話、野菜の進化、そして
私たち人類の進化についてマハリ先生の話をきっかけとして取り上げてみました。興味深い話があればまた何か取り上げてみたいと思います。はい、今日の動画は以上です。もしこの動画が興味深かったと思われましたら、チャンネル登録やいいねで応援してくださるととても嬉しいです。また、超越瞑想に興味を持たれた方は、お近くの瞑想センターで無料の説明会が随時行われていますので、ぜひご参加いただければと思います。すでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。皆様のお役に立てるように、また皆様が楽しく過ごせるような動画を作っていこうと思います。自分を愛し、他人も愛するような、そんな人たちとつながっていきたいです。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジェイグルです。